皆さんこんにちは、かなこです。ちょっとこれ下になるのが嫌だな。ここら辺。今日は私の自己紹介動画を撮りたいなと思って、で、あんまり自分の詳細について動画で話す機会がなかったので、いい機会だなと思って。で、ちょっと自分だけじゃ話しきれなかったので、インスタの方でご質問をね、いただきました。だからちょっとその質問も頂戴しながら、お話しします。改めてかなこと言います。私は北海道札幌市生まれで、今はパリに住んでます。ちょっと撮影の時は日本にいるので、今日本なんですけど、ちょっとややこしいんですけど、2023年からパリ移住っていうのを始めました。で、ちょっとカメラをかがんで見る感じになっちゃってたので、カメラを上げてみました。上げすぎ？まあいいや、このままいきます。で、仕事はね、何をしてるかというと、フリーランスでずっとウェブの事業をやらせていただいていて、実は私新卒からフリーランスなんですよね。どういうことかっていうと、大学を卒業してそのまま会社に入らずフリーランスっていうのを始めたちょっと珍しいタイプです。そのご質問もいただいてたんですけど、後でまた話そうかな。で、なんだろう、趣味3つ、好きなこと3つなんですかっていうご質問いただいたんですけど、好きなことはなんだろう、お化粧とかスキンケアとかについて調べたりすることがすごく好きだし、あと旅行も好きですね。今まで30カ国ぐらい行きました。で、もう一個好きなのが、最近思うのがやっぱ仕事、なんか人間と仕事みたいなことについて調べることが多分永遠にできる。なんで人って働くんだろうとか、そういう哲学みたいなのを考えるのが好きです。で、今までのキャリアについて教えてくださいっていうのがあったんですけど、私は大学を卒業してウェブ制作のフリーランスとして、キャリアをスタートしました。で、これも話すとちょっと長いんですけど、まあフリーランスっていうものがどうやらあるらしいっていうのを大学時代に知って、大学時代はどんな大学生だったかっていうと、とにかく海外に行きまくる。で、そこでやっぱいろんな人とかいろんな暮らしを見て、いろんな海外にたくさん大学時代は行って、で、そこでの出会いみたいなのがすごく強烈で、当時の私にとってすごく強烈で、こんな選択肢とかこういう働き方って世の中にあるんだなみたいなのをすごくインスピレーションを受けたんですよね。で、もっともっといろんなことを知りたいと思って、もっと大人になってもその海外に行くっていうことをやめたくないって思った時に、いろんな選択肢の中から、じゃあもう自分でフリーランスになって海外に行くっていうのが確実に行ける方法だなって当時の私は導き出して、それこそ外資の会社とか調べてみたり、その外資じゃなくても日本にいながらその転勤で海外に行けるポジションがある会社とかも調べたんですけど、それっていつになるかわからないなっていうのもあったので、じゃあ確実に自分でハンドリングできるやり方で行こうっていうことでフリーランスになりました。で、何の話だっけ？キャリアについてか。で、そこからずっと主な事業としてはウェブ制作がずっとメインなんですけど、その中で担当するポジションが変わったりとかで、最近はもうデザインっていうのは自分ではやっていなくて、得意な方に外注させていただいて、私はコードを書く分野が結構好きで得意だったりするので、そこをメインにやっていたり、あとは何ですかね、お客様のランニングコストの見直しとか、ウェブサイトの改善とか、そういうところのコンサルティングみたいなのもさせていただいたり、年々幅広くいろいろ携われるようになってきております。で、そういうのが自分で幅を広げたり縮めたりもできるのがフリーランスの楽しいところだなと思っているっていう感じです。で、そうだ。で、そんな話をよく
この YouTube 以外にも私メインの媒体が Instagram と Podcast がずっと長年やってるメインの媒体で、そこはちょっと仕事の話重視みたいなことになるんですけど、でそこでちょっとフリーランスどうやってなったんですかみたいなことを聞かれることとかも増えて、で自分がその仕事とかビジネスについて考えるのがすごく好きっていうのもあって、最近はちょっとコンサルティング的なこともやらせていただいたり、あとは自分がお世話になって入っていた企業サロンのサポート講師としても今年からちょっと入らせていただいたりしているっていう感じの状況です。はい、言えた。でじゃあなんで YouTube を始めたかっていうと、さっきもちょっとお話ししたんですけど、そのポッドキャストとか Instagram では本当になんか仕事とかフリーランスとしての働き方とかマインドみたいなことをね結構ずっと喋っていて、でもっと趣味に沿った本当はコスメとかなんかそういう話もすごく好きで、どこかではやりたかったんですけど、やっぱその2つは今までやってた媒体はやっぱ今までやっていたことを中心にやりたくて、だから YouTube はちょっともうそういうのとはまた別軸で本当になんか自分の好きなこととかフランス Vlog みたいなところに焦点を当ててやってみたいと思ったっていうのがあります。でなんでパリに住んでるのかっていうのも確かにここが一番皆さん気になるところなのかな。そう、仕事となんでパリにいるのかっていうのが多分気になるところかもしれないと思ったのでちょっとお話ししたいんですけど、なんでパリに住んでるのかっていうと、すごくざっくり言うと好きだからなんですよね。で大学時代に一人旅行でパリに行って、学生のバックパッカーとして本当にいろんな国行った中の一つにフランスっていうのがあって、すごく私ここに住みたいっていうか住むかもみたいなときめきをもらったんですよね。いろんな国たくさん行った中でそんなときめきを覚えたのは後にも先にもベトナムとフランスだけだったんですけど、でフランスいいなっていうのがずっとあって、で大学の間に何回か行って本当にアルバイトしてお金貯めてでそれを全部旅行に使うみたいな生活を4年間していました。でいつか住みたいなっていうところがあって、さっきもお話ししたようにフリーランスになって、でその間にいろいろコロナとかもあって、自分的海外進出っていうのはちょっと遅れちゃったところもあるんですけど、で気がついたら自分も20代後半になっていて、でそろそろ行っとかないとワーホリ前回はワーホリで行っていたのでワーホリの期限も終わっちゃうなみたいなので、とりあえずちょっとずっと行きたかったフランスに行こうと思って行ったのが、去年の2023年の夏にとりあえず行きました。でそこからいろんなご縁があったりして、これからも居続けようと思ってまた今回ビザを取りに一時帰国しているっていう流れですそんな感じですね。でパリの好きなところを教えてくださいっていう質問もあったんですけど、パリの好きなところはたくさんある。最初はそれこそ街並みとかがすごくすごいみたいな印象を受けて、すごくいいなってかっこいいなって思ったんですよね。でだんだんパリについて知れば知るほど、通えば通うほど、本当にほぼ毎年っていうぐらい住むまではパリに通っていて、で行けば行くほど人にも興味が出てきて、でパリに住んでる知り合いとかもできてきて、でその人たちの働き方とか思考方法とかその家族を大切にするとか、働くっていうのはその自分の人生を豊かにする手段であってメインではないみたいなのをすごくその街の雰囲気から感じるんですよね。でそれがすごく面白くて、フランス人から学ぶことというかフランスの良さみたいなのって日本人として学べることがあるかもしれないなと思って、どんどんのめり込んだっていう感じです。だからフランスが好きです。でパリの好きなとこはあとバゲットも好きです
バゲットは普通のやつとトラディションっていうちょっと硬くて若干 0.2 ユーロぐらい高いのがあるんですよね、普通のより。で私はそのトラディションっていうちょっと硬めの、バゲットがすごく好きなので、フランスに行かれた方はぜひ食べてみてくださいって感じです。でどうやってパリに住んだのかはお伝えして、で今後パリでやりたいことは何ですかっていうご質問もあったんですけど、これねすごく考えますよね。なんだろう、まず1個はせっかくフランスにいるからフランスで働くっていうことをしてみたい。それは自分の今あるウェブの事業でもいいし、そうじゃない形でもいいんですけど、フランスで働くっていうことをしたいフランス人と働くっていうことをしてみたいですね。であともう一個あとは自分でイベントとかを開いてみたいです。パリに住んでる日本人の方向けでもいいし、旅行で来てくださる方とでもいいんですけど、私がパリに住めたから、パリに住みたい人って多分いっぱいいるんだろうなって、自分もそうだったから、そういう人たちとコミュニケーションを取れるような場を作ってみたいっていうのがもう一個で、あともう一つはパリでやりたいことパリでやりたいこと3つ。ちょっと考えます。思いついたら言いますいっぱいあるんですけど、ちっちゃいことで言うといっぱいあるんだけど、大きいことで言いたい。であとはパートナーの話もちょっと質問があったのでさせていただきますね。で今日はフランスのスタバマグカップとともに飲みながら話します。パートナーさんとの馴れ初めを知りたいですっていうのがあったんですけど、彼とは私がフランスワーホリに行く前にパスポートだけを持ってとりあえず3ヶ月間お試しパリ移住をしてたんですよ。2023年の6月から9月ぐらいで、その時にパリのマレ地区にあるシェアアパートメントを借りていて、でそこは本当いろんなフランス人もいればイタリア人とかブラジル人とかいろんな国籍の子たちが住んでる場所で、その中に彼もいたっていう感じです。で彼はその時パリで引っ越しと引っ越しの間でちょっと短期で住む場所を必要としていて、そこにたまたまいたっていう感じで、そこで出会いました。でで彼の顔モザイクをね、モザイク処理がめんどくさいから私としては全然写したいんですけど、彼は普通の会社員、フランスで勤めてる会社員なので、あとちょっと結構シャイっていうのと、あと自分のセキュリティに厳しい人で、あんまり顔出しはちょっとみたいな感じで、だからこれからも多分モザイクです。で自分の話とかをネット上でするのが好きじゃないみたいで、私もどこまで言っていいのかっていうのがね分かんないんですけど、とりあえずそんな感じになってます。であと国際恋愛のね話とかも結構興味のある方多いのかなと思って、パートナーとの言語は何ですかっていう質問もあったんですけど、彼とは英語で話してます。で彼は実はフランス人ではないんですよね。で英語ネイティブ寄りの人なので、私と彼の共通言語は英語で、私も彼もフランス語ができないので、彼のね職場の公用語が英語なんですよ。だからずっと英語で生き延びてるタイプの人で、私も英語で生き延びてます。そんな感じです。で英語はどこで学んだんですかってご質問もいただきました。英語は留学とかしたことはなくて、本当に学校の勉強、昔から英語がすごく好きだったので、学校の英語の勉強をめちゃくちゃ前のめりにしていました。ですごく英語はずっと好きでした。でかつ大学生になって海外とか行くようになって実践みたいなのを繰り返していたっていう感じです。でただパリに住み始めてそのシェアアパートメントとかで
いろんな人と話す中でもっと英語が使えた方がパリ生活がより豊かになるなって思って、フランス語じゃなくて、その時思ったのはフランス語をこうゼロベースから伸ばすよりも今ある英語を伸ばしてしまった方が、パリってすごく英語を話す人外国人も多いので、その一旦短期1年って考えた時にそっちの方がこうね可能性が広がるなっていうところで、一旦英語にベットしようと思ってナインティイングリッシュっていうちょっとここら辺オンラインスクールに通わせていただいて、そこで結構みっちり3ヶ月間パリにいながらやってました。これがすごく良かった。すごく本当におすすめ。大人の英語学習にはおすすめですっていう感じになっています。で、はい、あと座右の急に住む座右の銘何ですかとのことなんですけど、座右の銘は千里の道も一歩から。これは私高校生の時ぐらいからずっと座右の銘です。だし多分これからもずっと座右の銘だと思います。使ってる口紅、そうだ、使ってる口紅を聞いていただいたので、いろんな口紅好きで、ちょっと待ってくださいね。いろいろ今手元にあるのはこれかな。セフォラの購入品でご紹介したマリオの口紅、これも使ってます。ただずっと何年も買い替えたりしてるのはこれ、シャネルの75番フェデリテ。これはもう多分4本目ぐらい、ずっと3年ぐらい、2022年ぐらいから使ってるかな。そうですね、これはずっと使ってるものになります。で、あとそうだ、なんか何べですかって聞かれたことがあったんですけど、おそらくちょっと詳しい人に見てもらいたい。アップにしたら分かるとかあるのかな、ちょっと分かんないけど、おそらく私はブルベ冬だと思います。詳しい友達的にはブルベ冬なんじゃないかっていう話になっているので、おそらくそうだと思います。詳しい人ぜひ教えてください。ブルベ冬で、あとなんだっけ、骨格は多分ウェーブ、下半身がちょっとあれですよね、下半身にお肉がつきやすいのが骨格ウェーブなのであれば、私は骨格ウェーブですっていう感じ。こんなんでいいのかな、自己紹介って。話したいこと話せてるかな。そうだ、最後に今後 YouTube でやりたいことを話したいなと思っていました。今後 YouTube でやりたいことは何だろう。皆さん逆にどんなことが気になりますか？私のやりたいことはもっとセフォラに行ってお化粧してもらったとか、あとはこの間出てくれた阿部ちゃんとかお友達とかと話す様子とか、 Vlog とか彼とデートの様子とか、そういう日常生活かつコスメとかスキンケアの感じの発信をしていきたいんですけど、皆さんが見たいものをお届けしたいという気持ちもあるので、よかったらそれも教えてください。以上、自己紹介動画でした。ありがとうございます。